おはようございます。ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。今日は朝から梅雨の音が聞こえております。気づいたらもう1年の真ん中なんですよね。早いですよね。我が家の節約生活も7ヶ月目突入いたしました。15年以上も浪費生活をしていたので、初めは節約なんて無理無理って思っていました。だけど本気でやってみたら案外楽しい面もあって、無理なく続けられていることに自分でも驚いています。続けられた理由は予想外の嬉しい発見があったからだと思っています。お金と向き合うことで新しい価値観との出会いがあって、自分の人生を考えるきっかけになりました。今日はその中でもお金が貯まるだけじゃなく、節約したことで暮らしの質も上がった、そんな節約習慣をご紹介していきたいと思います。自炊を増やせばお金は貯まる。食費の節約でよく耳にする言葉ですが、分かっていてもできない日あるんですよね。特に疲れて帰ってきた日は、今から作るのは無理って諦めて、ついつい外食に頼ってしまう。帰り道のマクドナルド、それからラーメン屋さん。毎回しっかり食べた後に、今日も寄ってしまったって自己嫌悪に陥っていました。そんな疲れた日のルーティンを見直してみることに、家に帰りたくなる手軽な推しメニューを用意しておく。ここで大事なのは推しであるということです。今日の自分お疲れ様って自分をしっかりいたわれるような、そんな特別を探す。これがポイントです。これで外食費がかなり減りました。最近のお気に入りは西山製麺のインスタントラーメン。これ1袋で250円程度なので、インスタント界ではちょっと高級だけど、外食より断然に安い。このコシがある麺、美味しいんですよ。人目も時間も気にせず、好きな動画を見ながら麺をすする時間、最高です。暑い夏の日にはかぼすうどんもお気に入り。うどんを茹でる余力がある時にはこれにしています。麺を冷水で冷やして麺つゆの中に入れて、切ったかぼすを乗せるだけ。簡単なのに特別感があって間違いない美味しさです。皆さんは疲れた日の推しメニューありますか？ぜひお教えいただけたら嬉しいです。外出をしたらコンビニで飲み物を買う。これが私の外出ルーティンでした。コーヒーを買おうと思ってお店に入っても、出てくるときには両手に何かを持っている。これがお決まりのスタイル。限定のお菓子、レジ前のホットスナック。150円で済むはずだったのに、そうもいかなくなってきます。ここで取り入れたのが水筒です。飲み物は水筒で持参する。そうしたらコンビニに寄る理由がなくなりました。もう何ヶ月もコンビニに出入りしていません。正直なところ、水筒を準備するのって面倒かなって思っていたんですけど、今はもう水筒なしでの外出は考えられないくらいになりました。お気に入りの飲み物を外でも飲めるって思いのほか癒されるんですよね。手がかじかむような寒い日には温かいミルクティーを入れてみたり、汗だらだらの暑い日にはキンキンのほうじ茶を入れてみたり、ちょっと一息したい時に手軽にカフェ気分を楽しめてほっとできる。
外出時の充実度がぐっと上がりました。皆様は買い物ってどのぐらいの頻度で行かれていますでしょうか？私は今までなくなったって思ったらその都度買い出しをしていました。多い時は毎日何かしら買ってましたね。今は買い物の回数を決めてしまいました。食料品は週に1回、日用品は月1回買い物に出かける。これは2人暮らしだからできる回数なのかもしれませんが、このサイクルが私たち夫婦には合ってるなって感じています。回数を決めたら1回分の予算も分かりやすくなったし、余分なものを買う頻度が減りました。それから日用品。毎月20日にウェルシアンに行っています。通称フェル活。これでかなりの節約になっています。節約だけではなくて、もう一つ新しい発見もありました。それは買い物の手間と時間が格段に減ったことです。今まで全然気づかなかったんですけど、買い物に結構な時間と労力取られてたんだなーってしみじみ思ってしまうぐらい時間のゆとりができるようになりました。節約を始めてから休日の過ごし方が大きく変わりました。今までの私は基本ウィンドウショッピング。買い物で味わえる高揚感、これでストレス発散をしていました。今はこんな感じです。図書館で借りた本で好きな世界にどっぷり浸かる。展覧会や美術館で新しい刺激に触れてみる。公園に出かけて自然の音、香りを五感で楽しむ。新しい料理、ものづくりに挑戦してみる。お金を使わない休日を過ごすようになったら、忘れていた童心を思い出せるようになってきました。もっと知りたい、もっとやってみたい、冒険に出かけるようなワクワク感。買い物では得られない充実感と経験が増えてきたなーって実感しています。人生を楽しむための引き出しは多い方がいいですよね。今日はローズマリーチンキを作ってみました。出来上がりの1ヶ月後が楽しみです。浪費家時代、溢れるほどの洋服はクローゼットにぎゅうぎゅうに詰め込まれ、小物や雑貨も買い込みすぎて管理しきれないほどでした。なのになぜか着る服がない。もっとおしゃれなインテリアが欲しい。いつになっても満たされなくて欲しいものを探し続けてました。お金がいくらあっても足りないって感じていたある日、ふと思ったんですよね。この家で本当に大切なものってどのくらいあるかなって。よくよく考えてみたら、本当に大切な100点満点のものってほとんど持ってなくて、まあこれでいいかっていう65点のものばかり並んでいました。それってつまりはほとんどがなくていいものだったんですよね。本当に大切なものだけを残すことにしたら、残ったものごくごくわずかでした。9割くらい手放したかもしれません。そうしたら心がだんだん満たされてきて、家も暮らしも好きになっていました。物を増やしたから幸せになれるっていうわけじゃないんだなって心から思いました。私には家族がいて、家があって、仕事がある。きれいな水が飲めて安心して街を歩ける。当たり前だと思っていたことは本当は当たり前なんかじゃない。とても恵まれているんだなって思えて、前よりもずっと心豊かに暮らせるようになりました。今は簡単に物を買いません。
じっくり時間をかけて本当に欲しいものを選びます。そうしたらいくらあっても足りないって思ってたお金は貯金ができるようになってきました。私は一度節約で大失敗をしています。もっと倹約しなきゃって自分を追い込んだ結果、溜め込んだストレスがドカーンと大爆発。あっという間に浪費生活に逆戻りしてしまいました。今考えてみると、あの頃は×印ばかりつけてました。これしか貯められなかった。物欲に負けてしまった。もっとできるはずなのに。頑張ってたことはたくさんあったはずなのに、できない自分を責めて、自分で自分を苦しめてしまっていたんですよね。長く続けるためには、ご機嫌マインドが必要でした。小さな一歩だとしても、認めること、褒めること。そこで、できたことノートを作ることにしました。今月のウェル活に行ってきた。暑くなったから便座のスイッチを切った。お金に関する本を読んだ。こんなの当たり前じゃんって思わずに、小さな一歩こそ盛大に褒める。できたことノートを夫に発表してみたんですけど、そうしたら、俺だって頑張れるよってやる気になってくれたんです。一人の節約が二人のチームに変わりました。丸印を数えていく。そうしたら、やらなきゃじゃなくて、やってみように変わった。これは直接的な節約にはならないかもしれないですが、長期的な視野で考えてみると、案外大切なことなんじゃないかなって思っています。私は今までお金について一切勉強したことがありませんでした。難しそうな経済ニュースは速攻チャンネル変更。だけど今回お金に向き合ってみて、私の人生観は変わりました。向き合うと言っても簿記を勉強するわけでもなく、制度を頭に叩き込むわけでもありません。節約のノウハウを調べるとか、新NISAの仕組みを勉強するとか、本当に身近なことから始めました。今は簡単で面白くてわかりやすい本とか動画がたくさんあるんですよね。役立つ情報を簡単に手に入れられるなんて本当にラッキーです。お金と向き合ったことで我が家の家計は生まれ変わりました。でもそれだけではなくて、お金に対するイメージ自体が別物に変わったことが驚きでした。ただの数字だって思っていたんですけど、実際のところお金っていうのは変幻自在な生き物だったんだって感じました。その使い方一つで価値をドブに流すこともあるし、逆に新しいものを生み出すこともできる。誰かを苦しめることもあれば、笑顔にすることもできる。もっとちゃんと使いこなしてみたいなって思うようになりました。最近は買い物のたびに考えることがあります。この買い物は私にとってどんな価値があるかなとか、資産として自己投資としてどうなんだろうとか。その結果、5000円で買っていた化粧水は自分で作るようになって200円に。7000円のヘアカラーは自分で染めるようになって700円に。もちろん価値観は人それぞれですが、自分の物差しでお金を使うようになったら見える世界が変わりました。浮いたお金は投資に回して運用する。経済ニュースが自分ごとになって自ら検索するようにもなりました。なんだか視野がぐーんと広がった、そんな感覚があります。7つの小さな節約習慣、いかがだったでしょうか？今回も
随分と偉そうに語ってしまいましたが、まだ節約1年生の私です。2年生に進級できるように引き続きやっていきたいと思っています。この動画を見てくださっている方、節約仲間がいるんだって思えるとすごく心強いし頑張れます。ありがとうございます。暮らしのことについて感じたことや考えたこと、これからも等身大のスタイルで発信していきたいと思っております。また遊びに来ていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。